こんにちは、ヨギャンの中村です。今日はですね、僕が思うですね、大工のいいところみたいなのをちょっとお話ししたいなというふうに思っています。ちなみに皆さんイエス・キリストが元大工っていう説知ってますか？イエス・キリストさんの義理の父ですね、マリアさんのパートナーのヨセフという方は、大工だったんですね。で、イエス・キリストが、布教活動したのが30歳からって言われているので、それまでの間っていうのは、実は大工をしていたっていうふうに言われています。諸説あるんですけど、少なくとも何かの職人であったんだというふうに言われています。親父が大工ですから、普通に考えればそのまま大工やってたんじゃないかなというふうに言われているっていう感じなんですね。なので、ちょうど2000年前には、多分もしかしたら一人の大工だったかもしれないですよね。なんかそう考えるとすごいなというか、なんかちょっと嬉しくないですか？なんかちょっと誇らしいというか。いやだから多分大工で一番成功したというか、一番有名になったのは、キリストさんじゃないかというような、感じなんですけども、なんかこれ何が言いたいかというと、その古代からやっぱりある職業で、世界中にある、もう世界中でこの大工っていう職業があって、で、その国によって石を扱うことを大工って言ったりとか、木を扱うことを大工って言ったりとか、様々あるけれども、この大工っていう職業自体はもう普遍的にあると。で、その中で、多分近年こう生成 AI であったりとか、技術革新とかものすごいスピードで起きているんですけども、その中でも、結構長く残る職業の一つなんじゃないかなというふうに、感じています。僕はですね、元 SE で今大工なんですね。だからこそこう、なんて言うんでしょうね、他の業界をやってたからこそ、この仕事の魅力とか、この仕事ってすごいいいなって思う部分ってあるんじゃないかなと思いまして、僕が思う大工のいいところっていうのをですね、3点、ご紹介したいと思っています。一つが健康的。で、もう一つが楽しいっていうこと。で、あともう一つが、独立しやすいっていう3点ですね。それぞれお話ししたいと思うんですけど、まず健康的っていうところですね。今僕で言うと、朝8時から5時まで働くんですよ。めちゃめちゃ健康的じゃないですか。もう日の出とともに働いて、もう暗くなったら終わりですみたいな。まず暗くなったら働けないし、あと騒音の問題があるので、そんな夜遅くまで働くっていうことは基本的に物理的に無理なんですよ。なので、働く時間がある程度限られてますよと。人によって結構夜遅くまで働くとか夜勤があるっていう人もいると思うんですけども、一般的にはですね、8時、5時だったり8時、6時とかそういう時間で終わるんですよね。だから終電まで働きますみたいなのがまずないんですよ。いや素晴らしいなと、健康的だなというふうに思います。あとですね、体を動かす。当たり前なんですけど、体使って仕事するじゃないですか。それがやっぱ健康的ですよね。危険もそれだけあるんですけども、高いところを登って降りてとか、物運んでとか、なんかそういうのはやっぱり、なんか体使ってる仕事でやっぱすごい健康的だな、楽しいなってすごい思います。あと疲労感っていうところで、解体した時とか、あと立て込みの時とかってめちゃくちゃ疲れるじゃないですか。で、あの時の疲労感がやっぱなんとも言えないですよね。いいですよね。で、もうそういう時の酒はうまいんですよね。だから酒がうまいって、こんなに体を動かして酒がうまい仕事ってなかなかねえなというふうに思うんですけど、だからそういう意味でもですね、健康的で素晴らしいなというふうに、まず思っています。はい。で、次に楽しいっていうところですね。物が作れるって、やっぱり楽しいんですよね。そして作ってるものがですね、実際に手に取って触れたりとか、こうやって家だったらもう空間として触れたり、もう身近に感じることができるっていう、このリアリティのあるサイズ感のあるものを作ってるっていうところがやっぱ楽しいポイントだと思うんですよ。やっぱりソフトウェアとかだともう手に触れないし、もうサービスって何ですかみたいになったりとかするんですけども、具体的に目に見えるし触れるっていう、でそれが作れてるっていうのはやっぱりすごい楽しいポイントだと思います。あと作ってるもののサイズ感もですね、すごいいいんですよね。もう100人とか1000人とかで作るプロジェクトとかだと、自分のやった感ってあんまりないんですよね。その4人とか3人とかで作る家って俺がやったっていう風になんかこの達成感みたいなのあるじゃないですか。その自分がやりましたっていうこの感覚っていうのあるんですけど、それがもう1,000人とかで家作ってたらなんかあんまりそんな感じしなくなったりとかすると思うんですよね。だからそこの作ってるもののサイズ感とか、その規模感ですよね。プロジェクトの規模感というのはちょうどいい、すごく気持ちがいいなっていうふうに思っています。あとお客さんとの距離感が近いっていうのもすごくいいポイントだと思います。エンドユーザーのというか対お客さんの顔が見れるっていうのが結構ありがたいことだと思うんですよね。その顔が見えない仕事っていうのはすごいたくさんあって、直接接客業で顔を合わせてるっていう方はもちろんすごい多いですけども、それ以上に多分
直接お客さんの顔を見ない仕事っていう人の方が多分多いんじゃないかなと思うんですよね。なのでそういう意味でも実際にお客さんの顔を見れるし、その人の生活に関わるものを作れるっていうのが、でそこで生活するわけじゃないですか。生活だったりお店が行われたりとかっていう、なんかそこの部分に関われるっていうのはすごい楽しいなっていうふうに思います。あと、同じ現場がないんですよね。同じようなこと、石膏ボード貼ってるよって言っても毎日同じことの繰り返しじゃないかっていうふうに、他の業者の方から見たら思われるかもしれないですけど、同じ収まりってないじゃないですか。だからやっぱり毎日、いやあそこめんどくせえなとか、あそこどうしようかなとかっていうふうに思い悩ませながら、また新しい現場やっていくみたいな。だから同じ現場が一つもないっていうのがやっぱり楽しくて飽きないなっていうふうに僕は思っています。あとそのスポーツみたいな楽しさがあって、その技術習得の部分でなんかちょっとスポーツっぽい感じすると思うんですよね。その上達の過程であったりとか、スキルが身につく、技術が身につくっていうプロセスがやっぱスポーツっぽくて、あとスピードの向上であったりとか精度を求めていくっていう、なんかやっぱそのスポーツ的な楽しさがあって、うまくいった時のなんかガッツポーズしたくなるような感覚っていうのがやっぱ仕事してる中で、そんなにないですけど、でもなんかたまにあるじゃないですか。くっそ重い針をうまくちゃんと重いものを手上げですかみたいな感じで上げて入れた時とかって、よっしゃ終わったみたいになるじゃないですか。ああいうなんかあっしゃみたいな、このガッツポーズが取れるような場面がある仕事っていいですよね。いやすごい楽しいと思うな。ということで、楽しいっていうのと健康的っていうところですね。最後に一つが独立しやすいっていう点です。これってその独立しやすいってイコール自分らしく働けるっていうことだと思うんですね。なのでその自分らしく働けるってめちゃくちゃ大事だと僕は思ってるんですよ。実は日本の6割が一人親方、フリーランスですね。フリーランスの独立した人を一人親方というので、6割が、一人親方と言われています。で、その根拠が平成29年に行われたアンケートの調査報告書をもとにですね調べると、37% の方が工務店の社員だ。それ以外の、63% ですねの人たちは、フリーランスというふうに言われています。ここの内訳で見ると、外注の常用であったりとか、日当払いであったりとか元請け都度契約ですよっていう細かく分かれてるんですけども、社員とかそれ以外かっていう意味だと6割は一人親方としてやってるというふうに言われています。こっちのアンケートは、建築業ですね。いろんな業種、大工屋さんとか電気屋さんとか左官屋さんとか板金屋さんとかいろんな業種の建築業界のいろんな業種の一人親方を一回ギュッて集めて、その中で業種ごとに何パーセントいるかっていうのを調べたデータです。でこれで見ると 33% が大工なんですよ。それの次が電気屋さんなんですけど 10% なんですよ。だから2位との差が3倍あるんですよ。だからそれだけ大工が一人親方として独立しやすいという環境にあるっていうのがですね、このデータからも分かると。その独立しやすいよっていうところで他の業界から見た時にお話をすると、大工は圧倒的に初期投資が少ない方だと思います。道具代高いんだよとか車代もかかるんだっていう話も分かるんですけど、他の業種に比べたらですねすごい安い方だと思います。例えば場所を設ける必要な業種、例えば飲食店であったり美容室であったりネイルサロンであったりとか、スポーツジムであったりとか、いろんなお店場所を設ける必要があるっていう業種はまずテナント代かかるし改装費かかるし設備投資があってっていうものすごいお金がかかるわけですよ。で飲食店でカフェでいうとエスプレッソマシーンってエスプレッソを入れるマシーンありますね。あれ最低でも100万しますし200万ぐらいするんですよ。でエスプレッソ用の豆を粉にするマシン、あれどんなに安くても30万ですね。でピンキリですけども、30万から高いものだと100万ぐらいするんですよ。なのでそのマシンだけですよ。エスプレッソのマシンと粉引くっていうこの2つ買うだけで200、最低でも250から300万ぐらいはかかる。でこだわるようになったらそのグラインダーも豆ごとに用意しないといけないっていう風になっていくので、それもマシンだけでですからね。それ以外にもなんか食べ物提供するんだったらまた設備投資いるし、テナントの工事も必要だし、あとその木工家の方も工房必要なんで工房を作らないといけないし、動力引っ張って200ボルト動力で動く大きい自動と手押しと、最低でも昇降板いるわけじゃないですか。あれ全部買わないとスタートできないですからね。それだけでもすごい大変なんですよ。その独立するっていう観点で言うと、大工って自分の道具を持って動いてるんで、独立しますよって言ってからいきなり道具を揃えるっていうことあんまりないじゃないですか。でも他の業種の方全部
独立しますよって言ったら一から道具揃えたりとか自分からスタートなんですよ。飲食店だったら自分のお店になるので、カフェで何年修行としても道具はないんですよ。だから一からお店を作らないといけないし、木工家の方も手道具はあるかもしれないですけど大型機械はないんで自分で揃えるとかスタートなんですよ。だからその辺でも初期投資はやっぱ少ない方だと思います。そういう意味でも独立しやすい、仕事だなというふうに思います。あとですね、安定してるっていう部分もあると思います。例えば飲食店だと2年以内に 50% のお店がなくなると。で6年以内だと 90% のお店がなくなると言われています。なかなか建築で一人親方になってこんなに減ることないですよね。だからなかなか食いっぱぐれないという意味でも安定しているというのは分かると思います。あと働いた分だけお金がもらえるっていう部分で、これがやっぱりね安定してるんですよ。お店だったらお客さん来なかったらただ働きどころか赤字ですからね。家賃もかかるし自分の人件費もかかるしスタッフのコストもかかるし、あと仕込んでいたものがロスになるっていうことも考えると、お客さんが来なかったらリアルに赤字なんですよ。ただ働きどころじゃないんですよ。あとは受注生産だから在庫のリスクもないんですよね。例えば木工家の方とかだと、先に商品を作ってからそれを販売するわけじゃないですか。もちろん受注生産でやってる家具屋さんともあるんですけども、自分のスタイルとか自分のこの家具ですよっていうラインナップ大体作るので、それ作ってる時とかもう先行投資っていうのはもちろん先ですから、そういう意味でも働いた分もらえるっていうのはすごくですね、いいなというふうに思います。給料安い部分があるんですけども、やっぱ安定してるんですね。大きく跳ねはしないけど安定はしてると。例えば飲食店でいうとどっかイベント出店しますよって言ったら、10万とか20万の売り上げが上がりますよと。1日でですね。すごい大きいじゃないですか。1日10万とか1日20万いいなと思うかもしれないですけど、それ仕込み何日も3日前とか4日前から仕込みして準備してその2、30万ですから。でだし、あと大きい音楽のフェス、何日間もやる音楽のフェスだとあれ出店料だけ100万ぐらいっていう話なんですよね。なので出店料でそれぐらい払うということは、売上、利益でも倍か3倍ぐらいはあるはずなんですよ。だから2、300万の利益があるんだってことはすごいなと思いますけど、あれも台風とか来たらもう終わりですからね。ぶっ飛びますからね。もう赤字だし、仕込んだ分仕入れた分どうすんのみたいになったりとかするので、リスクは少ない。大きく跳ねないけど出た分1日いくらっていうのはやっぱ安定してるというのはあると思います。あとですね、どう働きたいのかが選べるっていうのもあります。大きく分けて2つあると思うんですけど、社長みたいにですね、マネジメントするというか、人を使って仕事を回していくっていうふうにもなれるし、あとは職人であり続けるっていうこの選択肢もあります。でこのどう働きたいかって選べる。で特にこの職人であり続けるっていう選択肢ができるのはめちゃくちゃ大きいなと思っています。でこれなんでかっていうと、普通の一般企業に働いたら管理職にならないといけないんですよ。もうならざるを得ないんですよ。出世するとか給料が増えるっていうのは当然管理職になっていくっていうこととほぼイコールなんですよ。だからもう管理職大変ですよ。上からも目標とかもうプレッシャーいっぱい与えられるし、下からは現場の不満とかいっぱい浴びるし、しかもあれですよ、自分の部下辞めたら自分の責任ですからね。若いやつは根性ねえなっていう話は済まないですよ。会社としても新入社員雇うのにコストをかけて一人採用するわけですよ。でその採用した人間を辞められたら困るわけですよね。だから辞めたらその上司の責任になっちゃうんですよ。だからもうそういうプレッシャーの中でですね、仕事をしていくっていうのはやっぱ大変ですよ。もう本当大変だと思うんですよ。だからやっぱ精神的に病む人も多いと思いますし、その大工で精神的に病むっていう方の数と、一般企業の管理職で病む方の割合で言ったら圧倒的に大工少ないと思うんですよね。だからやっぱそれだけ管理職って大変だっていうことだと思うんですよ。皆さん管理職向いてますかと。そもそも会社組織向いてますか。俺無理ですよ。でもそういう会社組織に向かない人が輝けるのがこの大工であったり職人だと思うんですよ。だからこの現場のずっと職人であり続けるっていうのはやっぱすごい貴重な職種だと思うんですよね。25の人と60歳の人が同じような仕事してたらまずいですよね。だから一般企業だとこの60歳の人は、言い方悪いですけどダメな人扱いされちゃうと思うんですよ。でも実際建築現場だったらどうですか。そんな風にならないじゃないですか。60歳の人はキャリアがあるわけですよ。技術があるわけですよ。やっぱ敬われるし、その分給料が高いかって言ったらちょっとでもだって同じ仕事してるのはそれはしょうがないじゃないですか。でも技術があって評価されてる。少なくとも敬われてる、尊敬されてるっていう意味でもめちゃくちゃ大事ですよ。だ
だからやっぱり輝けるんですよ。そういう会社組織で管理職にならないでもそのエンジニアとしてずっといても輝けるっていうのはやっぱすごい大事だし素晴らしいなというふうに思います。もうやっぱここはもうやっぱ高倉健なんですよ。自分不器用なんでっていう感じだと思うんですよ。でもそれでいいじゃんと思うんですよね。なんかかっこよくないですか。もうだからもう手先の器用さと生き方の器用さは違うよねと。自分不器用だからずっとこの職人でいるんだっていうふうになんか言える人の方がかっこいいなと思うし、いいじゃんかっこいいじゃんって僕は、思ったりします。でただもちろん改善を求めてるっていうのは大事だと思います。なんかここまで言うとお前綺麗事言ってんじゃねえよって言われちゃいそうなんですけど、もちろん給料を上げてほしいとか、待遇を改善していくっていうことを言っていく必要はあると思います。だからまあ一人親方がすごいいいっていう話を僕今してるんですけど、でも実際に隠れ一人親方みたいな問題があって、それは自由を与えられていない。もうほぼ会社として雇ってるのに会社が福利厚生のお金を払いたくないから一人親方っていう体にしてる。でも実際はほぼ雇用関係ですよねそれ。っていう一人親方の割合もあるんですよ。だからそれはやっぱり問題だし、それは改善していかないといけないし、あとこれから週休、来年の春ぐらいからですかね、週休2日にしましょうっていう話もあるじゃないですか。じゃあそれだったら給料下がったら困るよねってあったりとか、そういう改善を求めることが声を上げていく必要というのはまずあると思うんですよ。でも働いてる人がこんな仕事に価値はないって言ってる仕事は価値が上がらないと思うんですね。なのでこの仕事には価値がある、この仕事はいい仕事である、だから改善してくださいっていうのはセットだと思うんですよ。なのでネガティブなことを言うっていうのもすごく分かるし、それもいいことなのかもしれないですけど、改善していくっていうものにはポジティブな周りの意見、自分たちが言ってるんじゃなくて他の業界の人たちが、大工って素晴らしい職種なのになんか全然待遇良くないんじゃない、これ変えないといけないんじゃないっていうふうに周りからも声が上がるような感じじゃないと世の中変わっていかないと思うんですね。なのでこの仕事は素晴らしいことであるっていうことを働いている人たちも逆に言っていかないといけないんじゃないかなと、ちょっと照れくさい部分もあるかもしれないですけど、それも言っていかないといけないんじゃないかなというふうにですね、ちょっと思ったりもしています。で最後にですね、一人親方のキャリアプラン、これすごいざっくり作ってあるんですけど、多分今給料が上がらないとか安いとかっていう話あると思うんですけど、やっぱり構造的に結構変わってきてる問題があると思うんですね。今まで技術を習得するのが困難だったけれども、今って必要な技術を吸収するまで一人前になるまでの時間ってすごい圧縮されているし、特別高い技術が求められる現場があるかというとそうでもなかったりとかして、差別化ができない、多分それが構造的な問題で、市場価値っていうのが下がってきてる、だから給料が上がらないっていう部分もあるのかなと。それは人数が減ってきてるから、給料が上がるかっていうふうには単純にならなくて、外国から人を入れてきますっていう話もあるし、あとは経験なくても簡単な工法にしていけばその問題をクリアしたりしてしまう。技術習得にかかる時間が短縮された分、それ以外で何かをしていかないといけないっていう時代になってきてるんじゃないかなというふうに思います。その上でキャリアプランとして、大きく3つですね、まとめました。1つはスピード特化型、もう1つが専門性の特化型で、1つはマネジメント型、こういうのあるかなというので、簡単に書きました。これ結構ノリで書いてるので、軽い気持ちで聞いてくださいね。はい、まずスピード特化型、これは効率とスピードを求めていく、数をこなし収入を増やしますっていうモデルですね。万能型でリスクも少ないと思います。でただし技術革新に弱いです。でさっき言った技術プレカットも含めてどんどん幅利であったりとかいろんなもので技術が必要なくなってきてますよね。その技術がなくても数こなせるようになっていくと、自分の技術っていうのがどんどん市場価値が下がってしまうっていうリスクがあります。それはもう過去ずっと歴史を繰り返してるんですよ。昔穴掘り大工って言って、穴掘る専門のすごい特化型の職種があったんですけど、もうそれも格のみであったりとか、自動化によってなくなりましたと。で他にもですね、刻みがめちゃくちゃ得意です、めちゃくちゃ速い人もいたと思います。でそれもプレカットに加われましたと。スピードっていうのが技術革新の一番最初のターゲットなので一番最初に潰されやすい。あと収入でいうと、よくて 1.8 倍ぐらいだと思います。でなぜなら1人で2倍働けても、その人に2倍払うぐらいだったら2人雇うとか早いんですよ。それはそうじゃないですか。実際現場で働いてて1人でやってるより2人で働いた方が3倍ぐらい進みますよね仕事。なので1人に2倍払うんだったら2人雇った方がいいんです。だからスピード特化していっても2倍にはならない。難易度は2つぐらいでリスクは少ないと思います。すぐに仕事がなくなるっていう話はなくて、極めていったものが、技術革新によって失われて、で、他のものを伸ばしていってっていうふうにやっていくというような感じになるのかなと思います。
で次に専門性特化型で、これはまあ分かりやすい句で言うと宮大工さんであったりとか、そういった特殊な専門性を持ってやっていくっていうタイプですね。これはこの人にできないとかこの人にお願いしたいっていうふうに言うような仕事を目指していくっていう方向です。で、まあ、リスクとしては、専門性が下がる可能性があると。まあ、それがニーズによって、まあ、それは和室がそうかもしれないですね。和室が得意、和室がすごいいい和室の仕事ができますよって言っても、まあ、ニーズがなくなってくるとだんだんその仕事の価値が下がっていってしまうっていうリスクがあると思います。これは特にそういう技術の部分、例えば宮大工であったりとか和室ができますよとか、すき家がつきますよとか、まあ、あとはそれ以外にも、例えばめちゃくちゃ人柄がいいとか、あとすごい信頼ができる、この人にお願いしたい、この人は信頼できるからっていうのも専門性だと思いますし、あとは無垢材にこだわるであったりとか、電磁波を防ぐアース住宅がありますよとか、天然素材にこだわりますよとか、無垢の素材にこだわりますよ、まあ、あとは全部カンナで仕上げますよとか、そういった専門性、まあ、キャラクターがあるような、個性があるようなっていうのもあると思います。収入でいうと、まあ、3倍ぐらい、マックス3倍ぐらいなのかなっていう感じがします。で、なんかそれの根拠はまあ適当に書いてるんですけど、宮大工の親方の給料が、まあ、その時見た感じで、まあ、3倍ぐらいあるんだなっていうふうに思った覚えがあるので、まあ、大体3倍ぐらいかなというふうにしました。で、まあ、これもリスクはまあ1つで難易度が3と。で、最後にマネージメント型っていうのが、まあ、これはもう社長になりますよってことですね。元請けを目指して法人化を目指していきますと。で、人を使って複数の現場を回していく。で、利益も大きいけど、リスクも大きいという仕事です。工務店を起業しますっていう話なので、まあ、最悪倒産であったりとか負債を負いますよっていうのが、まあ、このマネジメント型法人化の、まあ、リスクかなと思います。で、まあ、これも収入、まあ、5倍、まあ、もっといくかもしれないですけどよくわかんないですね。で、これが一番難易度も高いと思いますし、リスクもめちゃくちゃあると。元請けからお金が入ってこないとか遅れてくるとか、なんかそういうリスクもあったりとかするので、まあ、その辺も含めて営業も必要ですし、まあ、結構大変だとは思うんですけども、まあ、だから現場を離れてそういうマネージメントであったりとか、そういうふうに移行していくっていう、まあ、もちろん現場やりながら職人をやりながら人を使ってっていう人もいますので、まあ、職人をやりながらこのマネージメント部分で収入を増やしていくっていうのも、いいのかなというふうに思います。まあ、多分これが一番儲かるのは間違いないので、まあ、そういう道もある。だから一人親方にはこの道もあるんですよ。稼ごうと思ったらこれに行くのが一番だと思います。これはどれか一つを目指していくっていう感じじゃなくて割合の話だと思うんですよね。マネージメント側とスピード土地型でスピード3でマネージメント7でやっていこうであったりとか、で僕で言うと特化型7割のマネージメント3割ぐらい、まあ、もしくは82で、まあ、特化型かもしれないですね。僕の特化型っていうのはなんかあれなんですよね、デザイン性なんですよね。僕デザインもする大工さんっていうような一般的に見られ方をしていて、まあ、実際に店舗のデザインであったりとかっていうのは僕がしているので、まあ、デザインをする大工さんそれが僕の専門性だなというふうに思っています。一応まあ全部元請けで仕事をいただいてますし、まあ、法人化にもなっているので一応そんなに稼ぎたいと思ってるタイプでもないし、社員俺しかいないですからねまあなので別に法人化でいっぱい稼ぎたいですって法人化目指してるわけじゃなくて、まあそういうふうになってるっていう、そういうふうになっちゃったなっていう感じにはなっています。はい。ということでですね、大工のいいところっていうのをですね、少しお話の方をさせていただきました。まあなんか、そうですね。はい。僕はこの仕事好きです。はい。では、ありがとうございました。